はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日ねこちらを収録してるのが10月14日なんだけど、私はもうすぐね日本に帰国します。でもう2週間を切ってるんですけど、最近ねなんかいろいろやらなきゃいけないことがあるんですよ。やっぱり荷物のパッキングとかそろそろ考えなきゃとか、なんかお土産買わなきゃとか、帰ったらどうするとかいろいろ考えてるんですけれども、はい、特に何もしてません、まだ。考えはしている。考えるだけで行動には起こしていないという。まだ2週間あるからなんとかなるかなみたいな、気持ちですけど、部屋の片付けとかもしなきゃいけなくて。で、忙しくなりそうですけれども、ギリギリでね。そう。で、家探しのね、動画を前回ね、アップしたと思うんですけど、日本人がどういうところに気をつけるのかみたいな、家を探すときに。で、実際に今私家探しを、少しだけしていて、実際にやっぱり見学に行かないと、内見っていうんだけど、その内見に行かないとわかんないので、まだちょっと物件をちょいちょい見て、不動産屋さんに問い合わせるぐらいのことしかまだしてないんですけど、今ちょっとすごい楽しくなっちゃったことがあって、家探しって結構楽しい部分あるじゃん。面倒い部分もあるんですけど、楽しい部分もあって、今ちょっとハマっちゃってるのが、インテリア探し？新しいインテリア。やっぱ私こういう風にさ、ちょっと YouTube 撮ったり、ポッドキャスト撮ったりするから、やっぱちょっとかっこいい部屋にしたいな、みたいなこととか、ゲーミング PC 買っちゃおうかな、みたいな。なんかもうゴリゴリの、なんかレインボーに光るみたいなやつ。なんかキーボードとかもなんか、レインボーに光るみたいなやつ。ね。買おうかな、とかちょっといろいろ探して、今見てますね。やっぱ IKEA ちょっと見つつ、IKEA で安いものを少しちょっと買って、あとはちょっといいものを他のサイトで探してみたいな、感じですね。いやでもゲーミング PC とか、デスク周りだね。やっぱ私一番、在宅なんで、在宅というか家が事務所みたいなもんなんで、やっぱオフィス周りちゃんとしたいなとか、やっぱいろいろ考えてますね。やっぱレインボーにしようかな。なんでなんだろうね。なんかゲーミング PC で調べると、ほぼなんか、80% ぐらいレインボーに光るんだよね。何なんだろうね。でもかっこいいけど。私は白いもので、レインボーに光るやつでやろうかなと。なんかフレームは白みたいな感じ。なんか黒だとちょっと硬くなりすぎちゃうんで白にしようかなと思って今考え中です。そう、そんなことを考えたりとかね、しております。インテリア、なんか時計とか、あとなんかちょっとね、やっぱこういうポッドキャストとか撮ってるからさ、なんか壁にさ、ちょっとキラキラ光るなんかネオン、なんか LED のネオンインテリアみたいなのあるじゃん。ネオンライトみたいなやつ。ああいうの買おうかなとか思って。で、私結構最近なんか中華系のデザインが結構好きで。で、ネオンライトで、ちょっといいなと思ったのが、よく服っていう漢字をさ、家に貼り付けてるじゃん。ね。その服が来るようにという意味なのかなだと思うんだけど、服っていう感じのネオンライトがあったの。すごい可愛くて、なんかそれを買いたいなとか思ってて今、ちょっと悩んでます。そう、なんか中華系のポッドキャスターみたいになっちゃうかもしれないんだけど、可愛くてさ、そう、ちょっと悩み中です。皆さんどう思う？買っていいかなと思って。服っていう字。でも反対の意してる人もいるじゃない？壁に。ね、よく見るんだけど、あれってどういう意味なんだろう？反対と反対じゃないのだとどっちがいいとかあんのかな？よかったらぜひね、教えてほしいんですけれども。はい。あとそう、今私、ちょっとビデオ見てる人、なら見れるんですけど、今、ドロヘドロパーカーを今着ていて、はい、ドロヘドロというアニメですね。結構好きなんですけど、ドロヘドロが2期、2026年、来年にシーズン2ね、
2期が決定したらしくて、おめでとうということで今このパーカーを着ています。はい。最近全然アニメ見てないんですけど、まあドロヘドロ好きだし見ようかなと思ってますね。そう、なんかアニメ系のなんかフィギュアみたいな、まあアニメというか、まあなんか可愛いキャラクターのフィギュアとかを置こうかなみたいな、家にね、またインテリアの話なんですけど、インテリアの話に戻りますけど、置こうかなとか、何をこう置こうかなとか、どんなライトにしようかなとか、もういろいろ考えることありすぎて楽しすぎて、今ワクワクしてますね。はい。はい。まああとは、日本に帰ったらやりたいこといっぱいあるんですよ。てかやりたいことっていうかやらなきゃいけないことがありすぎて、今なんかいろんなものを予約してます。まず美容院。あと、マッサージ。ヘッドマッサージ。多分ね、すごいね、飛行機疲れるんで、いろいろバタバタして多分疲れるから、ヘッドマッサージに行こうかなと思って。はい。16,000円のなんか、超極上ヘッドスパみたいなのがあって、私前一回行ったことあるんだけど、これすごく良くて、16,000円めちゃめちゃ高いんだけど、まあちょっとご褒美にね、やっちゃおうかな、みたいな。やっぱなんか自己投資ですね。もうヘッドマッサージとかってやっぱもうこのデスクワークだから私もずっと。で、モニターをずっと見る生活してるとやっぱね、すごいね、なんていうの。眼性疲労っていうの。目の疲れ。眼性疲労がやっぱり溜まるんですよね。肩こりとかね。だからやっぱ16,000円かける価値あるんじゃねえかと思って。うん。はい、予約しました。あとはですね、病院ね。病院にいっぱい行きます。病院っていうかクリニック的なね。まずはなんか歯のメンテナンスね。歯医者さん、あと眼科。なんか目が悪くなった気がするんで、眼科。そして耳鼻科、アレルギーがあるんで耳鼻科。あと消化器内科。消化器内科は、お腹です。お腹の消化についてとか、問題があるので消化器内科。あとは産婦人科ですね。産婦人科のチェック。あとどこだ、そんな感じでいろいろと健康診断とかね。はい、もうね、30超えてきたんでね、そろそろちゃんと健康に気をつけましょうということで、病院巡りします。はい。まあそんな感じで今もう日本に帰ったらどうするみたいな準備をしてますね。うん。はい。ってなわけで、本題に入ります。今日はね、事故物件というテーマです。事故物件って皆さん聞いたことありますか？うん。まあ、これはどうなんだろう。なんか日本特有なのか、わかんないですけど、まあ結構なんかそのフランスの友達とかにこう、家探しの時にちょっと事故物件を気にするみたいな話した時に、何それみたいな。面白いって言われて、じゃあちょっとビデオにしようかなと思って。結構日本では当たり前なんですけど、海外ではちょっと、まあフランスではあんまそういうことはあんまりないという話だったんで、面白いかなと思って今日動画にすることにしました。はい。でね、コメントでも事故物件のお話楽しみですって言ってくれる方もいて、はい。聞いてください。私のお話を。うん。まあ、事故物件とは何ですかという話なんですけど、ググりました。はい。そのまんま言います。事故物件とは、過去に事件や自殺、孤独死などがあって、売買取引をするとき、売買っていうのは売買じゃないよ。さよならじゃないですね。売買っていうのは売ったり買ったりっていう。あと借りたりすることね。取引をするにあたり、買い主、買う人や借り主、借りる人などが、心理的に抵抗を感じる恐れがある物件、不動産を指す。っていうふうに書いてあります。はい。難しいね。簡単に言うとですね、事故物件というのはその場所で何かしら、事件や事故などがあり、その家を借りる人とか買う人がちょっと嫌だなと、心理的にちょっと心にちょっと嫌ですって思うことを感じる恐れがあるかもしれない物件、家ってことですね。うん。はい。そういうのを事故物件って言うんですけど、皆さんにはこういう
トピックありますでしょうか。なんか日本だと最近この事故物件に関するなんかホラー映画とかが出たりしてるんですけど、本当に気にします。引っ越すとき。特に最近はよくこの事故物件というワードがすごく当たり前の言葉になってきたので、私も今回今家探ししてますけど、ちゃんとそのいいなと思った物件をその事故物件かどうかっていうのを一応チェックするようにしていますね。はい。っていうのもですね、事故物件に関する法律というかガイドラインが2021年に制定されたんですよ。それぐらいなんかちゃんと法律的に国として事故物件に関するガイドラインが作られるぐらい一般的なんです、日本では。で、どんなガイドラインかというとですね、不慮の死、不慮の事故。不慮のっていうのは、予想していなかったことですね。だから不慮の死っていうのは、自然にこう亡くなった方とか、っていうことですね。事故が起こってしまって亡くなった方とか、寿命があってとか、そういうことが不慮の死。で、不慮の事故っていうのはなんか転倒してしまったみたいな。転んじゃったとか、なんかそういうことがあって、亡くなった方がいることについて言う必要はありませんです。ありません。それは言わなくてもいいです。はい。告知する必要なしって書いてますね。告知するっていうのは相手に伝えることです。ただし、不慮の死以外ですね、は告知義務があります。はい。言わなければならないということですね。告知義務があります。っていうことです。ということは、なんか誰かがこの家借りたいんですって言ったときに、この家で、例えば自殺だったりとか、そうですね。不慮の死でも、例えば孤独死というのがあって、自然に亡くなった方でも、例えばなんか、発見するのに時間がかかっちゃって、例えば1ヶ月とかずっとそこで、放置されてしまったものの方っていた場合は、告知しなければならないことになります。はい。あとは殺人事件とかあった場合ですね。はい。は、必ず、ここを借りたいといった方に言わなければいけないという、不動産屋の、法律みたいなガイドラインが、あります。ただしですね、3年経過したことは告知する必要がないんです。3年。だから例えば殺人事件があったところがあると、そこから3年経ったら、言う必要がないっていう。結構短いんですよね、3年って。はい。ただし、もう一個ありますね。ただ、家を、貸すときに、相手に、ここって何か問題がありましたかって聞かれた場合は、3年過ぎても、言う必要がある場合、相当結構大きな事件があった場合は、言わなきゃいけない。相手に聞かれたら、3年過ぎても言わなきゃいけないってことですね。はい。こういうガイドラインが実際に作られるぐらい、この事故物件という概念が日本では当たり前なんですね。はい。もちろんね、なんか、こういうことを気にする気にしない人いますよね。全く気にしないって人は全く気にしなくていいんですけど、やっぱ気にする人もいるですよね。やっぱそれは人それぞれであって。で、なんか、誰かのね、無念を残して、この無念の死を遂げた方に対して、なんか煙たがるような、なんか厄介に邪魔にような言い方をするのはちょっとあまり良くないんですけどね、もちろん。ね。なんか事故物件だとか言って、なんかこう煙たがるようなことをするのは、私はあんまりなんか、ちょっと死者を冒涜するというか、あまり気持ちのいいものではないじゃないですか。ただやっぱりそういうところに敏感な方もいらっしゃるので、何かあった場所よりもやっぱ何もない場所の方がいいじゃないですか、皆さん的にもね。っていうことで、なんかこういう情報を皆さんチェックしたりするという状況ですね。はい。はい。気にしない方はね、いいのよ。気にしない方はも、そこにあえて住むという方もいます。実は。事故物件にあえて住むという人もいますね。はい。そういう方は、事故物件って結構ね、家賃安くなってる場合が結構多くて、明らかにここめっちゃいい場所で、めっちゃいい間取り
で、なんか広いのに、家賃が他の、その隣の家とかと比べると明らかに安いみたいな場合は、事故物件の可能性が高くて、で、そこを好んで住む人もいるんですよ。安いからね。安くていいじゃんって住む人もいます。はい。でですね、事故物件をどうやってじゃあ調べてんのみんなって話なんですけど、事故物件サイトが存在してます。日本には。大島テル物件工事サイトっていう名前なんですけど、一般的に大島テルの事故物件サイトとか言われたり、はい、大島テルっていうのは人の名前です。大島テルさんですね。はい。この方が作っている、事故物件サイトがあります。皆さんちょっと調べてみてください。そうするとですね、マップがパッと出て、なんか炎のマークがいっぱいバーってついてるんですね。その何か問題があるところには炎のマークがついてるんですよ、そのマップには。で、そこをクリックして、なんか Google マップみたいにクリックしていくと、その炎は、なんでそこに炎がついてるのかっていう理由が書いてあるみたいな。それが事故物件サイトです。はい。で、この大島てるさんという方、今普通に、たまにテレビに出てたりとか、YouTube やってたりとかするんですけど、彼はですね、もともと不動産会社に勤めていた方なんですよね。普通の一般的な不動産会社の方でした。はい。ただ、なんか自分がね、営業でとか仕事で、そのお客さんにその物件を紹介したりするときに、やっぱり事故物件を自分で把握しておきたかった。知っておきたかったんですよね。大事なんでね。なので自分でその仕事のためにその事故物件の情報を集め出したのがきっかけで、そのたくさんの情報が集まったから、それをじゃあサイトにしようということでできたのがこのサイトです。はい。はい。ここ5年10年でかなり一般的になりましたね。はい。そう。で、今はですね、彼一人で運営しているわけではなくて、いろんな口コミとか、誰でもその情報を知った人が投稿できる掲示板のようになってるんですね。なので、嘘情報というか、これ本当みたいな情報もあるんですよ。だからちょっとそれはね、なんか自分で確かめる必要があるんですけど、例えば隣の人が、なんか昨日救急車で運ばって亡くなったらしいみたいな情報を載せちゃってる人とかもいて、なんかそういうのはちょっとって思ったりするんですけど、なのでなんかその燃えてるマークがあると、そこに例えばそのどういうことがあったみたいな、それに対してコメントとかもつくんで、それって本当ですかみたいな、もっと詳しく情報を載せてくださいとか、なんかこれは嘘なんで削除してくださいとか、そういうやり取りとかも見れるようになってます。確かにこのね、炎マークがつくと、そのマンションとかアパートとか家のオーナー、大家さんはね、たまったもんじゃないよね。自分のね、家が、ね、事故物件になってるみたいなことは嫌だよねっていう。だから本当にあったことでも消してほしいっていう人もいるし、隠したいみたいな人もいるし、いや、これは嘘だから消してほしいっていうこともありますね。はい。なので参考程度にこれを見るっていうことです。はい。でも結構なんか大きい事件とか、例えば殺人事件とかそういうことが起きたものは大体載ってますね。はい。で、しかもですね、日本だけじゃないんです、このサイト。実は。皆さんの国の事故物件も見れます。はい。今世界中の事故物件が見れるサイトになっていて、日本を中心に世界中で更新されてるんですね。で、多分ね、更新してんのはそこに住む日本人か、なんかこういうのを知っている外国の方が書き込んでるようですね。多分ほとんどは日本人がやってんじゃないかなと思うんですけど。でね、なんかちょっと興味本位で、今私が住んでるフランスの南東を調べてみたんですよ。そしたらなんと3つ炎がありました。はい。3つの事故物件が存在しました。はい。多分もっとあると思うんだけど、多分日本人の方か誰かが更新したのが3つあって、で、確認したんですよね、そこ。で、そしたら、3つの中の2つは実際に本当にあった、殺人事件の現場でしたね。それをちゃんとメモしてる人がいるみたいですね。はい。皆さんは信じるか信じないか、あなた次第ということで。皆さんの家もちょっとチェックしてみると面白いかもしれないですね。
うん。はい。で、どんなことが書いてあるかっていうとですね、結構こう、例えば自殺とか、殺人事件とか、火災で亡くなった方がいますとか、なんか、そういうことがいろいろ書いてあって、あとはね、告知事項ありっていう物件もあるんですよ。告知事項ありっていうのは、ここに住む場合は、不動産が何かあなたに伝える可能性があるよっていう物件ですね。どんなことかわからないですけど。はい。あとはですね、心理的貸し物件って書いてある場合があるんですね。心理的貸しとか、心理的貸し物件って書いてある場合があって、これちょっと難しい言葉なんですけど、貸しっていうのはですね、問題がある、傷がある、欠陥があるという意味なんですね。だから心理的な欠陥がある物件ですね。はい。これはどういう意味かというとですね、住む人間が心理的な嫌悪感、嫌な気持ちを持つような物件ですよっていうことです。はい。だから実際にそこで何があったっていうのは書いてないんですけど、ここは心理的貸し物件ですっていうのも見れます。このサイトで。うん。で、どういうことが当てはまるかというとですね、もちろん事故とか事件があった場所もあるんですけど、その周辺に良くないものがあるっていう場合もこの心理的貸しに当てはまるそうですね。例えば近くにお墓があるとか、葬儀場があるよとか、ね。そしてあとはこれもちょっと日本っぽいんですけど、反社会的組織の事務所があるよって。これはヤクザですね。うん。そういう暴力団関係の事務所が近くにあるから気をつけてねっていう。確かに近くにそういう事務所があると心理的にちょっと住みたくないですよね。ちょっと怖いなとかありますので、なんか喧嘩とか起こられたら困りますし、はい、事件に巻き込まれたら困りますし、だからそういうのが心理的貸し物件って書かれているということですね。はい。でですね、もう最近本当にこの自己物件サイトというのがあまりにも有名になりすぎてですね、不動産屋さんですね、なんかエージェントの人とかも、そのお客さんに物件を紹介するときに、ここ、大島てるさんの物件に書いてませんよみたいなことを、その安心できる材料として、証拠として、お客さんに見せる不動産会社も最近いるそうですね。うん。ここの物件は、なんか、安全ですみたいな感じですね。はい。で、私が今回その、大島てるさんのサイトを見た時に、圧倒的に燃えていた場所は、東京でね、新宿と池袋でした。はい。繁華街なんで、あんだけ人がいて、あんだけごちゃごちゃしたところだと、そうなりますよね、みたいな。うん、新宿池袋ですね。はい。はい。いかがですか皆さん。うん、どう思いますかということですね。うん。はい。こういうサイトでこういう情報を知って、逆にね、だったらここって安いのかなみたいな部分で、あえてそこに住むっていうね、物好きもいらっしゃいますからね。はい。この大島てるさんですね、結構、なんだろう、怪談番組みたいな、怖い話番組みたいに、YouTube とかに結構出演されていて、私そういう話も見るので、たまにね、大島てるさんのね、その自己物件話を聞くんですけど、なんかその大島てるさんが、話していた、大島てるさん的に最も、恐ろしいというか、記憶に残った自己物件っていうのがありまして、皆さんにちょっとこの話を少し、短くしてね、紹介したいと思うんですけど、もしね、本当にこの話をフルで聞きたい方は、大島てるさんを YouTube で、探してみると見つかると思います。はい。どんな話かというとですね、アパートすべてが自己物件になったという物件が東京にあるらしいです。何が起こったかというと、そのアパートの、まず屋上ですね。3階建てなんですけど、まず屋上で、自殺された方がいて、で、その下の3階ですね。3階で、酔っ払い同士の喧嘩で、殺人事件が発生してしまった。なんかビール瓶でこう殴っちゃったみたいな感じらしいですね。
でその次に1階に住んでいる大家さんですね。大家さんが何者かに殺害されてしまうという。2つ目の殺人事件が起きてしまって、で、2階ですね、残るは。2階なんですけど、実はこの大家さんを殺した人は、2階の住人だったという事件があって、この2階の住人は逃走したんですね。逃げたんですけど、埼玉県の山の中で、自殺した状態で、発見されたという事件があって、だから屋上から始まり3階の殺人事件、1階の大家さんの殺人事件、そして2階が犯人で、2階の方は、方っていうのもちょっと嫌なんですけど、ちょっとね、殺人犯だからね。2階の人は、逃走して、山の奥で自殺されたという話がありましたね。で、それがもう全ての階が事故物件になってしまって、それがしかもね、たった4年の間で起こった事件なんですね、全てが。で、ずっとここの物件はさすがに借り手がね、見つからなかったんですけど、やっとね、なんか建設会社かなんかが資材置き場、物置にして資材置き場に、するって言って借りたんですね、1階をね。はい。なんだけど、すぐに出てっちゃったらしいですね。辞めちゃったらしいです。はい。っていう物件が、その大島てるさんが話していた最も記憶に残る場所だったそうです。ちなみに今も存在してるらしいですね。東京の住宅街にあるということでした。はい。やっぱこういう話を聞くと、本当かどうか分かんないっていうのが一番最初に思いますけど、でもやっぱこういう話がもし真実であれば、やっぱそういうことが起こった場所っていうのは、なんかそういう良くないことが連鎖するものなのかなと思ったりもしますよね。やっぱそう思うと、やっぱ住むのを避けた方がいいのかもって思ったりもね、します。はい。皆さんはどう思いますか？はい。ただね、とはいえそんなに自分が住むところが事故物件だったって可能性ってすごく高くなくて、明らかに家賃が安くてめっちゃいいとこなのに誰も住まない、長い間誰も住んでなくて、で家賃が低くていいじゃんって思ったらちょっと危険かもしれないですね。はい。特に都会でね。あともう一つね、ここは気をつけた方がいいっていうのは、なんか不自然なリフォームが行われたところの部屋、この部屋、なんかこのアパートとかマンションの中でこの部屋だけなんかリフォームされてるとか、この部屋の一部だけリフォームされてるみたいなところはちょっと怪しいらしいですね。何かがあって綺麗にしたかったっていうことですよね、きっとっていう話をしてました。はい。いかがでしょうか、皆さんどう思いましたか？そして皆さんの国ではどういうね、こういう話がありますか？気にしますか？皆さん気にしませんか？はい。人それぞれいろんな意見があると思いますけれど、私は一応ね、その家探しの時はその大島てるさんの事故物件サイト見ますけど、半分は興味本位で半分は気にするって感じかな。ってな感じですね。はい。以上です。はい。ちょっとね、今ビデオ見てる方分かると思うんですけど、なんか私の体半分がすごく太陽に照らされていて、ものすごく暑いんですね、今。なので話を終わりにしたいと思います。ものすごくここ今もう、なんか、北京ダックの皮みたいになるんじゃないかって思うぐらいなんかもう熱々です、今。今日太陽が強いですね。はい。ということで今日は、事故物件についてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとインスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube でですね、メンバーシップを始めました。メンバーシップでは、私がゲームしたりとか、ゲームライブしたりとか、ゲームチャンネルになります。メンバーシップはもう本当にただゲームしたものをアップしていきます。はい。興味ある方はぜひ、メンバーシップ参加してみてくださいね。日本に帰ったら本格的に開始する予定です。はい。もうガンガンゲームするぜみたいなね。
はい。あと、ゲーム続きで、ゆうゆうさんと春とゆうゆうのゲームで日本語というチャンネルもあります。ポッドキャストと YouTube で。YouTube の方ではですね、ゲームしたりとかしてます。はい。あとはゲームについての話したりとか、2人でしてるので、ぜひ、見てみてくださいね。はい。あとですね、もう一つ、サニーサイドジャパニーズポッドキャストというのがありまして、サニーサイドジャパニーズポッドキャストでは、他の先生とこの対話式の、会話形式のポッドキャストがあります。はい、こちらもぜひチェックしてみてください。はい。あとなんだろうな。あとペイトリオンですね。こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではタメ口ポッドキャストがボーナスコンテンツで聞けますので、ぜひ、見てみてください。そして今回のエピソードの、新しい言葉ですね。いっぱい難しい言葉があったと思うんですけど、それを、勉強できたりもします。はい、参加お待ちしております。はい、ということで、体半分がもう干からびそうなんで、今日は早めに終わりにしたいと思います。早めにじゃないね。結構30分ぐらい喋ってるけど、はい、ちょっとね長めに最近は話そうかなと思ってて、なんか長いポッドキャストの方が需要が あるらしいみたいな感じなんで、皆さんにねできればなんかこうもっと役に立つビデオを作っていきたいと思いますので、はい。ということで、北京ダックになる前に終わりにします。はい。では皆さん、また次回。さよなら。